この前ふと山田五郎さんのチャンネルの動画を見ていて、すごく衝撃を受けたと同時に悲しい気持ちになってしまったので、そんな話をしていきたいと思います。なので今回はちょっと雑談めいたものになってしまいますが、しかし最後には予想外の展開がってことで、どうぞお付き合いください。それでですね、山田五郎さんのチャンネルでこの前質問に答えるっていうやつがあって拝見したんですけど、お気に入りの時計の話をねしてたんですよね。で、気になるじゃないですか、お気に入りの時計が何なのか。したところ、なんとフランソワ・ポール・ジュルヌだったんですよね、お気に入りが。その時点でさすがやなってなったんですけど、その理由っていうのがすごくて、山田五郎さんがジュルヌ本人から時計の機構について話を聞いていて、それで思い入れがあるからってことらしいんですよね。なんて贅沢な話なんだなんて思っちゃいまして、めちゃくちゃ羨ましいなってなったんです。いや、本題はそこじゃなくてですね、そのお話の最後にこんなことをおっしゃってたんですよね。高くなっちゃって全然買えなくなっちゃったんだよ。時計の値段今びっくりするぐらい上がってるんだよ。ちょっと目を離した隙に全部すごい値段になっちゃってて、もう買えないね。で、この後ですね、俺の世界ではなくなっちゃったよ時計、寂しいよって。もうこれ見ちゃったら悲しくなってきちゃって、画面がぼやけちゃいましてね、涙で。悲しい時、山田五郎さんが俺の世界ではなくなっちゃったよ時計って言ってるのを見ちゃった時、悲しい時、山田五郎さんが俺の世界ではなくなっちゃったよ時計って言ってるのを見ちゃった時ってことなんですよね。そうなんですよね。高くなりましたよね、時計。おいそれと買えるような代物じゃなくなっちゃいましたね。しかも著名な山田五郎さんが買えないと言っちゃってるわけですから、私みたいな人が買えるはずがない。時計が本当に一部の富裕層向けのものになっちゃったっていうことですよね。それでじゃあ実際問題、どれくらい時計が値上がりをしたのかっていうのが気になってしまって調べてみたんですよ。10年前2015年の新作が一体いくらだったのか。で、どうせならロレックスでと思ってなるべく比較しやすいものを選んでみました。それがこれ、ロレックスのヨットマスター40エバーローズゴールド。一世代前のモデルが2015年の新作として発表されたんですよね。で、当時の定価が257万円だったようです。一方で現行のモデルはというと485万円なんです。いや、えぐいって。モデルチェンジしてるとはいえですよ、228万円も違うんですよね。割合で言うと 1.9 倍ぐらいになってますね。そりゃ悲しくもなりますわ。ちなみにですけど、この値上がりっていうのは当然ながらロレックスが特別っていうわけではなくてですね、他のブランドも見てみましたけど、だいたい同じくらい上がっていましたね。こういうことですよ。今やこんなことになっちゃってるんですよね。で、要因はいろいろあるかと思いますが、よく言われているのが為替の影響ですかね。ざっくりですが、10年前は1ドル120円くらいだったのが今は150円くらいになってますよね。それから消費税が10年前は 8% だったのが今は 10% になっているっていうのも地味にありますね。あとは人件費とか原材料費とかの高騰も要因になってると思いますけど、じゃあその辺の影響がどれだけあるのかっていうのも気になってしまったので、超絶概算ですが計算してみました。さっきの現行のヨットマスター40エバーローズゴールドが485万円でしたけど、これが消費税率 10% で1ドル150円の価格だとして、10年前の税率 8%、1ドル120円換算の価格にしてみるとだいたい381万円になるんですよね。つまりですね、10年間で上がった228万円のうち純粋な値上げが124万円分で、残りの104万円分が消費税と円安の影響っていう感じですね。ざっくりですけど、なんと言いますか、これ受け取り方はいろいろあると思いますが、消費税と為替で100万円以上上がっているってやっぱり辛いですよね。なんか少し前は円安になった方が輸出企業が有利だから経済的には円安歓迎的な風潮だった気がするんですが、円安すぎるとそれはそれでダメみたいになっていて、
私にはよくわからないんですけれども、はい。それでですね、ここまでで取り上げたロレックスの時計って、高級時計の中でも結構高価格帯のモデルだったんですけど、元の値段が高いモデルの方が単純に値上げの額って大きくなるので影響は大きいというのはあるんですが、私が懸念しているのはむしろ中堅のモデルの方なんですよね。これよく言われるのが中間の価格帯の時計がなくなったってことなんですよね。それなりにいい時計買おうってなった時に思い浮かぶモデル、ネームバリューがあってシンプルで使いやすいってなると、私なんかはロレックスのエクワンかなと思うわけですが、このエクワン10年くらい前は定価が60万円台だったんですよね。60万円って正直高いことは高いんですけど、高級時計の中では私としてはこの辺が中堅のモデルなのかなっていう感覚なんですよね。一方で今は110万円くらいしてます。これですよね。少し前の中堅モデルが100万円超え。それ以外でも私が大好きなカルティエのサントス・ドゥ・カルティエ、あれって2018年の新作だったんですが、当時は72万円だったんですよね。でも同じモデルが今は112万円ですよ。いやきついってなっちゃうんですよ。時計で100万円を超えるとやっぱり心理的なハードルががっつり上がっちゃうじゃないですか。私はこの現象を103万円の壁って言ってるんですけど、もはや中堅と呼ぶにはあまりにも高いっていう感覚ですよね。じゃあ今現在そこまではいかないもののいいやつないかなってなった時にないんですよね。いやないことはないんですけど、以前に比べて明らかに手薄になってるんですよ。中堅の価格帯でおすすめしたいものが本当に少なくなりましたね。そんなこんなでこれから時計買おうっていう時計好きの我々は今非常に厳しい環境に置かれてしまって寂しくもあり悲しいよっていうことなんですけれども、いやでもそんなことも言ってらんねえって思ったことがあったので、最後にそれをお話しして終わりたいと思います。先日ニュースを見ていたら取り上げられていたんですよね。米の価格高騰に関して。この件についてはもう皆さん実感がバリバリあると思いますけれども、これは農林水産省が公開しているデータでスーパーでの米の平均価格の推移なんですね。それで今年の3月3日時点の数値なんですけど、5キロで3939円、前年同期比でプラス 94.7% なんですって。腕時計が10年かけて値上げしてきた分をたった1年で上げちゃってる。いや米えぐいて。そうなんですよね。時計が高騰したって散々吠えましたけど、それ以上の高騰っぷりを見せているものがあるのでちんたらしてらんねえってことなんですよね。ってことで社会派 VTuber として時事ネタを放り込んだところで今回は終わりにしたいと思います。それではみんなあったかくして寝ろよ。でも一番怖いのは米って備蓄米の放出があったりでいずれは価格は落ち着くと思うんですが、時計って一度上がった定価はほとんど下がらないんですよね。何このユージュアルサスペクツ的な意外な結末は以上です。